はい、こんにちは。合気道 F ラブです。賢明な視聴者の方なら、今日はどちらが分かりますでしょうか。ということで、先生、今日はですね、何をしましょうか。勝負打ち塩投げさせてもらっていいですか。はい、正面打ちの四方投げですね。はい、これはなんかこうポイントというか、ちょっとご紹介したいのは相手の動きを止めるっていうところと、その止められない動きに対する反応というか対応というかですね。なるほど、難しいですね。はい、では早速見本の方からご覧いただきたいと思います。はい、正面打ち四方投げですね。どれが一番基本とかちょっと、申し上げかねるんですけども、まずこれに対して相手を止める。本当は止めるという動作は良くないんですよね。特にちょっと申し上げたいのは、先に手順で言うと相手を止めたと。相手が元に戻ろうとするんで、その戻る力を利用して相手を崩していく。で、どの技にも通じるんですけども、これは手を止めただけなんですね。そうです。もうこれ反射的にこっちが動き出してますよね。だから当然最初から円皮を狙われるとどうしたってダメなんですけど、ここで腕を止めてしまうと、彼の重心移動は完了してる。どんなに、突きでもそうなんですけど、十字受け、生きてるんですよね。これは腕を止めただけで、彼の踏み込みを止めてるわけではない。もう一回ついてきて。彼の踏み込みを止めないといけない。彼の腕を止めても、彼の体はもういいポジションに来てますので、彼の踏み込みを止めたい。ですね。ちょっと遠慮があるだろうから、2、30センチ手前を、ちょっとこう、2、30センチ手前をきっちり振って。はいはいはい。ちょっと見るね。OK です。はい。はい。止められない。1本の強い力を2本では止められないんですよね。なので、今度いいよ。はい。止めるのは剣ではなくて彼の踏み込みなんですよね。だから流派によっては二頭返しでね、相手がこう2本出してきた、これを頭を打つんではなくて剣を打ち落としてこれを崩してみたいなのもありますけど、そこはまたちょっと話が長くなるんで別にして、止めるのは剣ではない。止めなければいけないのは彼の踏み込みですよ。ですね。で、彼の踏み込みを止めました。で、彼がうっとなって元に戻ろうとする。それを上手に流して、この体勢になって初めて四方投げに行けると。ただ、どうしても相手が強いとか、逆に反応が出ないときには、体さばきで持って立てていかなきゃいけない。ここで、これは止めました。彼を止めることができると思ったので止めました。ところが、彼の踏み込みが思った以上に強い、速い、あるいは彼が途中で私がそれをやろうとするんだなと感じて、私の面ではなくて剣そのものを撃ち落としに来られると、止めはさすがにできない。なので、スーッと抜いてここを取る。素手でも剣でもやっちゃいけないのが、これをやると。これをやってしまうと抜かれますよ。なので彼の攻撃はやらしてあげなければいけないです。彼の攻撃はやらしておいて、そこから塩投げに入っていきましょうと。あと
一強を、これ正面打ち塩投げということに関しては、一強の変化技っていうか、一強表に入ろうとしたら相手のこの押し返しが強くて、前に出れなかった。で、それを流して入っていくという、考え方もありますね。で、そんなにされる先生は多くはいないですけど、中にくぐってから入っていくとか、一挙の表の変化として考える、塩投げを考える場合もあるんですけども、個人的にはさっき言った相手の踏み込みを止める稽古をしたい。相手の腕を止めるわけではない。ましてや相手の腕を払いたいわけではない。相手の踏み込みそのものを止めて相手が戻ろうとする力。止めて戻ろうとする力をしっかり流して、で、この時に、なんですかね、どのやり方をしたらそうかもしれませんが、相手が手打ち、もう明らかに手打ちをしてしまってるとか、親切で止めてしまうとかいう場合は当然成立しないんですよね。手打ちされてしまえば、さすがにふにゃふにゃのものはここで向こうまでって言いながらふにゃふにゃできないよな。なかなかあれだけど、ふにゃふにゃされるところはやっぱ透かしてしまうんでですね。安全のためにはもうそのまま流した方が、あるいはちょっと前後しますけども、ちゃんと体をさばいて当て身をで制してから、技の確実性という意味ではそちらの方が確実なのかもしれませんけど、どこに稽古の眼目を置くかですけども、相手の踏み込みを止める。受け身は戻ってくる。戻ってくる力を利用してこちらは流す。そう。で、実はさっき稽古前にやる前にちょっと注意したんですけども、で、戻ってくるときに、戻る戻らない関係なしに見えるように流してもらったときに、流して、こうなっちゃう。いわゆる首を差し出してしまう方多いんですね。これには限りませんし、横面打ちとか、両手取りとかでもそうなんですけど、流す系の技をやったときに、いわゆるへっぴり腰とか腰が泳いで、結果として頭を差し出してしまう。で、個人的にはそれでは受け身にならない。ここで転換して、こうしてしまえばもう顔を目の前の相手に差し出してること、首を差し出してることになるので、これゆっくりやりますね。これが、これを軸に転換の練習をしてるんだと。やられてるわけではないというか、なんとなく打って、なんとなくなって頭を相手に差し出してる。仮に転換するとしても体を回しちゃった勢いで頭が目の前にやってきてしまうっていう。もうそちらはね、投げやすいかもしれませんけども。ちゃんとキープして対応ができる状態。なおかつ合わせていける状態。で、受け身を取ってくれると、いいかな、取ってくれる分、いいかなと思うんですけどもね。で、そういう受け身が期待できないときには、くどいけど安全策として取って、重心を取っていくという状態。で、やってますけど。はい、すいません。以上です。はい、解説動画の方を見ていただきましたけれども、先生、最後に受け身のお話もありましたけれども、受け身取り限らず、やっぱり頭をあまり下げるとかっていうのはよろしくないというか。そうですね、もちろん結果的に下がっちゃうことは往々にして、崩れてるわけですからありますけども、崩れつつもいつもなんですけど、受け身って私はやられて取るんじゃなくて、相手に技をやらせて取ってるんで、コントロールできる間は徹底的に頭もつま先も全部コントロールしたいなと思って稽古してるんですけど。なるほどですね。なんとなくやって、なんとなく振り回されてとかではなくて、きちっと自分がやる役割を認識してということですね。はい、ということで今回は正面打ち四方投げでした。この動画よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。